こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはこれ。僕がねパソコンを買うよりも先に買ったワープロ専用機 MyOasis2、今日はこれを作っていきます。今ではすっかり、パソコンが普及したためにめったに見ないワープロ専用機ですけど、1980年代はパソコンよりもワープロの方が日本では売れていました。最初は主に企業ユーザーがビジネス文書を作るのに使っていましたが、やがてパーソナルワープロという個人向けの製品が登場します。1982年、パソコンでは NEC の PC9801 が発売された年に、富士通からその名も MyOasis というワープロが発売されましたが、翌1983年に価格を75万円から48万円により個人に向けた設定として発売されたのが今日作る MyOasis2 です。キャッチフレーズはですね、ザ・文房具。1983年といえばアップルがリサを発売。翌1984年には初代マッキントッシュが発売されます。今こんな言い方をするとそんなバカなと怒っちゃう人もいるかもしれないんですが、当時 MyOasis2 を買った僕は明らかにこの Mac に通ずるものを感じていたんですね。実はその頃僕は仕事でコンピューターは使い放題でしたから、まさにこのマシンに求めていたのは文房具でした。6インチのモノクロ画面で本体も小さく場所を取らない。初代 Mac は9インチですけどね。実は日本語ワープロと言いながら計算やグラフ、図表を作る機能も当時のワープロとしては頭一つ飛び出していました。初代マッキントッシュもワープロや画像ソフトがついていてすぐに使い出せることが特徴でした。ということでできました。先進的な GUI の初代マッキントッシュとは似ても似つかないようなマシンなんですけど、使う側の気持ちとしてはとても近かったんです。しかもその頃日本語で使うとなるとこの選択肢は間違っていなかった。僕の人生を変えてくれたマシンとも言えるんですよね。富士通のオアシスシリーズといえばパソコンよりも先に CD-ROM 対応、パソコン通信の標準搭載などパーソナルコンピューティングの一翼を担っていたと言っていいと思います。来週も作ります。見てください。